こんにちは、こだまです。このチャンネルでは僕の理想のショーケース作りを進めていきます。1ヶ月ぶりの動画です。資格取得のため棚作りをお休みして勉強をしていました。そちらが一段落ついたため棚作りを再開します。棚の現状はこんな感じです。それでは今回飾るのはこちら。テレビゲームロックマンシリーズからブルースです。こちらは寿屋のプラモデルです。ブルースはライト博士が初めて開発した人型ロボットです。同じくライト博士が開発したロックマンから見ると兄にあたる存在です。ブルースは試作型のロボットであり、完成後動力炉に欠陥が判明します。ライト博士はブルースを修理しようとしますが、ブルースは人格を変えられると思い込み、ライト博士の元を脱走してしまいます。その後、機能停止直前になったところをドクター・ワイリーに発見、改造され、動力炉を原子エネルギーへと改造され、長時間の戦闘ができなくなってしまいました。初めてゲームに登場するロックマン3では、口笛と共に現れ、中ボスとしてロックマンと戦いますが、その後、ロックマンを助けてくれるようになっていきます。ロックマンシリーズは子供の頃、マリオみたいなゲームだと遊んだら難しくて頭を抱えた思い出があります。ロックマンシリーズは雑魚敵も強いし、ステージギミックも難しくて、さらにボスがすごい強いんですよね。でも遊んでいるうちに少しずつできるようになって、ボスの攻略法が分かってきたりするとやめられなくなってしまうんですよね。それではキットの方を見てみましょう。内容物はこちらです。このキットは組み立て済みのものを購入したもので、パーツは揃っていますが、箱とE缶に貼る水転写式のデカールがありませんでした。体の各部分をロックマンのキットから流用されています。成型色が変更されているため、E缶が灰色になっていますね。キットを詳しく見ていきましょう。フェイスパーツが3種類あり、表情を選ぶことができます。ニヤリ顔とキッと唇を噛んだ顔と口笛を吹いている時の顔ですね。ブルースといえば口笛なので、口笛用のパーツがあるのは嬉しいです。可動箇所は首や肩、肘や膝など動いてほしいところはだいたい動きます。可動範囲はそこまで広くないので、どんなポーズでも取れるという感じではないです。ただ、足の付け根の可動が良くて引き出すこともできるので、スライディングさせたりすることもできます。マフラーもボールジョイントでの接続なので動かすことができます。ハンドパーツは3種類付属していて、通常の握り手のほか、穴の開いた握り手があり、ブルースシールドを手に持たせることができます。また、手を開いた状態のハンドパーツには E缶を持たせることができます。ブルースバスターを取り付けてみましょう。かっこいいですね。エフェクトパーツが付属していて、エネルギー弾の発射状態を再現することができます。ブルースシールドは専用の接続パーツを使うことで背中に背負わせることもできます。このブルース、このままでも十分かっこいいんですが、合わせ目を消したり、色分けされていないところを塗り分けて、よりかっこいいブルースにしていきます。製作を始めます。まず、合わせ目消しをします。パーツとパーツを合わせた時にできてしまう細い線が合わせ目です。このキット、体の各部に合わせ目があります。ここを接着剤で接着して消していきます。量は多いですが、シンプルな形ですし、後はめ加工なども必要ないのでやりやすいです。プラスチックを溶かすセメント系の接着剤を接着面に塗って接着。乾燥し固まったらヤスリをかけて接着跡をきれいにします。プロクソンのペンサンダーに紙ヤスをつけて削っています。
400番で削って600番で仕上げです。この後塗装をすると合わせ目を消すことができます。ゲート跡にもヤスリをかけて整えて、パーツを超音波洗浄機で洗浄します。乾燥を待って塗装に入ります。使用する塗料はこちらです。エアブラシでの塗装にはクレオスのラッカー塗料を使います。シンプルな配色のキャラクターなので使用する塗料も少ないですね。このキット、関節部分などに ABS 樹脂が使われているパーツがあります。ABS 製のパーツは丈夫で摩耗しにくいのですが、塗装に使う有機溶剤に弱く、そのまま塗装すると割れてしまったりする恐れがあります。ガイアマルチプライマーで保護して塗装をしていきます。1回目の塗装が終わりました。2回目の塗装です。塗り分け箇所をマスキングテープを使いマスキングします。こんな感じになりました。うまく塗り分けられるでしょうか。マスキングテープを剥がしてみましょう。綺麗に塗り分けられたと思います。2回目の塗装が終わりました。3回目の塗装です。細かいところをエナメル塗料を使い筆塗りをします。はみ出しても拭き取れるので気楽にできます。墨入れをします。タミヤの墨入れ塗料を使い墨入れをしていきます。こちらは薄められたエナメル塗料です。はみ出しを気にせずバシャバシャ塗っていきます。はみ出したところをエナメル溶剤を使い拭き取っていきます。エナメル溶剤はラッカー塗料を溶かさないので、エナメル塗料だけを拭き取ることができます。きれいに墨入れができました。マフラーにも墨入れをしたのですが、汚れたみたいになってしまいました。エアブラシを使ってグラデーション塗装をしてみようと思います。グラデーション塗装、ほとんどしたことがないんですよね。コンプレッサーの出力を弱めて、薄めに希釈した塗料を使い、0.2 ミリのハンドピースをパーツに近づけて塗装。できているかな？動画では分かりづらいですね。自分としては満足できる出来になりました。最後に白色のところやサングラスなどは光沢、赤色のところは半光沢、灰色のところは艶消しで艶を整えて完成です。組み立てていきます。箱の見本みたいにできているでしょうか。もともと成型色での色分けが優秀なキットですが、合わせ目を消して細かい塗り分けをしたことで、とてもかっこいいブルースができたと思います。クレオスのターンテーブルを購入したので、回してみましょう。シールドの塗り分けが一番わかりやすい変化かもしれないですね。とてもかっこよくて作りやすいキットでした。ロックマンと並べることができて嬉しいです。寿屋からは他にもロックマン X やロックマンエグゼのキャラクターもプラモデルになっています。そちらもかっこいいのでいつか作ってみたいです。
それではまたお会いしましょう。小玉でした。